はい、こんばんは、フェマールでございます。今回は福井県小浜市鶴瓶というところの国道162号線の丹魚トンネルとなります。よろしくお願いします。で、こちら丹魚トンネルのこちら側に旧道がございますので、こちらの探索でございます。こちらの道なんですけども、反対側の方も、鳥獣よけの柵はあったんですけども、そこはもうがんじがらめの針金の固定だったんで、それを外してまで入るっていうのは面倒くさいなっていうのがあってやめておきました。で、このような鳥獣よけの柵がねあるんですね。結局この山からこちらの下の集落への獣の侵入を防ぐためにこのような柵がありまして、でさっきの入ったゲートがあるわけでございます。結構な上り坂なんで歩かせてもらいます。この下の方に海沿いの鶴瓶地区がございまして、こうやって延々と里へ降りるまでにこういう鳥獣よけの柵があるんですね。要はこの山から猿やら鹿やらが降りてくるんですよね。で、こちらは廃道として見てもらえればいいと僕は思ってるんですけども、というのがその反対側っていうのがもうすごい崩落してまして、でそれもあってあそこの鳥獣よけのネットっていうのががんじがらめにその柵がされてるんやと思うんですけどね。ただ結構延々と坂ですね。このトンネルができるまではこちらにバンバンと車が通ったわけですね。これなんだ、この深いこののり面のハードなのり面からあれ杉の木かが生えてますね。そして廃道左側ですね、綺麗な海が、めっちゃ綺麗な海、キラキラしてる。今日は本当楽しい、いい天気だ。素晴らしい天候の中廃道探索をやっております。めっちゃ綺麗や。そして大ヘアピンカーブですね。ここを今登ってきまして、なんでしょうこれは生けすのなんかなこれっていうのが、ここに置いてあるのがあそこの海辺に残ってるイカダかじゃないんかなと思われますけど、どうなんね。もうすごい大ヘアピンカーブよこれいいヘアピンカーブですね。さあここから下りみたいなんで自転車様に乗っていきましょう。で、もうここからあれ果ててんだね。でこっちの方の集落も綺麗やな、めっちゃ綺麗やな。おおこれはひどい。ちょっとここで自転車さん鹿番長号さん消え去ってもらいましょう。そしてこのヘアピンカーブの看板、これじゃダメでしょ。ヘアピンの看板しないとダメでしょ。はい、じゃあこのガレ場というかすごいところを通っていきましょう。廃道館すごいな、あそこが崩れたんだ。ひどいひどい。おお、こっからもうダメかな。トンネルの向こうが柵で覆われた原因っていうのはこれだと思うんですよ。わあ、すっげえ崩れてる大崩落だ。これは無理かな、どうかな。うわー、茨すげえ、ほらこれはやべえ行く手を阻む茨様や。これちょっといけないか。茨すげえな。こんなごっつい茨ちょっと初めて見たかもしれない。へえ、こっちから行こう。行くんかいなんかゴミがいっぱい並んでる。でも大崩落だね。これは危険か。でも誰か歩いてるのは当たるぞ。これは獣道かな。うわちょっとこれはやばすか。最悪転げ落ちてもあそこのガードレールで引っかかりますそういう問題かよ。いやー、ただただ絶景かなな廃道ですね。
めっちゃ綺麗やな。この荒廃具合と海のこの清らかさのこのギャップ、いやー楽しいな。お、ここは危険、ここは最重要。ここはずったらまずい。ここはもう完全にもう落ちてったら下まで行きますね。こういうガレ場は気をつけないと。よいしょよいしょ。この一瞬だけちょっと怖かった。まあてか全体怖いんだけどね。ああひどいね。よいしょ。ああこれはね、父さんはな、危険箇所1が終わりました。というのがその反対側の柵の見えたところにもものすごい崖崩れが見えたんで、多分ここは第一関門やと思います。分かってるよ落石注意みたいな看板の意図の通り落ちていってますね。茨がすごいな。これが怖いな。ここも落石がボロボロと落ちてますね。ひどいから燃えるってのもまあある意味窓的な話ですけど、ね、まあこれぐらい荒廃してると面白いんですよね。この先がこっち側が崩落してる可能性あるんで気をつけましょう。熱っ、痛え。でも誰か通ってる跡はあるんだね。ああひどいね。ここも山が抜けてますね。まあ管理されなくなるとこうなりますよね。でやっぱ切ったるわ。若干こうやって切ったるんですわね。ご丁寧に歩けるようにしてくれてますわ。まあそれは一般的なことじゃないんで、ね、あんまりまあおすすめはできませんけど。うわーすごいすごい。まあ第二関門、これもまだ振り返ってゲートが見えないんで、まだ第三関門があるってことですね。いやーすげえ石やな。でここも結構な深いカーブ、右曲がりまして、でゲートが見えてきたんか。そういうことか。違う、まだある。でもうゲートか。足場広いんですね。はい、そしてこちらがまあ前回動画ではここで諦めたというか、まあ今回やめときましょうってことで通らなかったゲートでございます。基本的にこの鳥獣よけの柵ではあるんですけども、この先がめちゃめちゃもう通行困難ってこともあって、まあこれはもうお気軽に入れないようなこういうがっつりと針金で固定してるんでしょうね。まあ人よけではないけど、まあ人も入らん方がいいっていう今の状況ですからね。はい、そしてこちらが反対側、単行トンネルのこちらが単行トンネルの反対側となっております。すごい。もうがっつりとね、これ獣よけの柵があるんですね。なんでまあ正直そっちから帰った方が楽なんですけども、自転車置いてきちゃったんで失敗しました。はい、戻ります。いやほんと綺麗なんだよねここ。しかしこのまたこう登らなあかんかと思うとゾッとしますな。また茨、こっちや茨やべえ。でも綺麗なんだよなこの対比やけど。美と恐怖は隣り合わせとはよう言ったもんですよね。それでは今回はこれまででございます。このヘアピンカーブからこの海へ続く
この廃道ですね、こちらの方ずーっと向こうまでつながっております。今回の廃道は意外にすごい綺麗なとこでしたし、天気も恵まれてましたんでね、程よく危険なとこもありましたけども、それ以上にこの景色を眺めながらの雄大な眺めを見ながらの廃道探索、素晴らしかったです。はい、ではこのような景色をバックに今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。フェマールでした。ありがとうございました。